皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。長嶋さんのことを2回にわたって語ってきましたけど、小林さん、最後の3回目になりましたけれども、長嶋さんっていうのはやっぱり野球界も超えたぐらいの、影響力と言っていいのかどうかわかりませんが、多くの人たちの心に残る人であったことは事実で、それこそ、私ははっと気づいたのが、今年が昭和100年に当たると。その区切りの年に長嶋さんが亡くなられたのは、何かやっぱり一つの、時代が終わったと言いますか、昭和が消えた、昭和がなくなった、昭和が遠くなりにけりということなんだろうな、というふうに思いますけれども、その長嶋さんの影響みたいなものを小林さんどんなふうに考えておられますか？今回のね、長嶋ご逝去を受けた追悼の報道、テレビや、主に、映像ですけども、すごいなんか、違和感がどうしてもあるっていうのが多くて、なんでかというと、やっぱり今、40代とか30代の作り手が長嶋さんを、こんな人でしたっていう風に、原稿を作ったりしてるんでしょうけど、そこにはね、なんか時代背景がないんですよね。こんなに僕らも年を取ったんだろうけど、昭和っていうのをもうワードでは知ってるし、風景は知ってるけど、あの時の人の気分というのは、今の若い人どころか中年ぐらいの人も実はもうピンときてないんだなと。だから長嶋っていうのは、大谷選手とどっちがすごいですかみたいな話になっちゃって、あるいは野球選手として素晴らしい方でしたって。玉木さんが最初の回でおっしゃったように、とにかくベースボールプレイヤーで、長嶋さんは野球をやってた人なんだけども、その野球が野球を超えて、なんか野球に興味のない人にまで何かを与えてたっていうのが長嶋茂雄という存在ですよね。どうもそのことがね、今の人にはほとんど通じてないっていうか。ないでしょうね。僕らより下の世代は見てないですからね。だから、リアルな活躍見てませんっていう人は当然なんだけど、いや、僕もあんまり実はうろ覚えですみたいなとこあって、それよりも、やっぱ昭和の、だから詰まるところ、僕は見てないけれども、取材とかでいろいろ関わった天覧試合っていうのが、長嶋茂雄っていう人を運命づけたっていうか、日本人にとっての長嶋茂雄を、の気持ち、簡単に言うと、長嶋さんありがとうっていう気持ちだと思うんですよ。天皇陛下がご覧になる、この野球、4対4でどうなるかっていう時に、天皇陛下はもう予定時刻で帰んなきゃいけないと。帰る準備をされていたそうですね。そんな時に、長嶋打ってくれって、そこでポコーンと打ってね、で、天皇陛下が身を乗り出して、すごく興奮しておられるのをみんなが見て、その時に巨人ファンであれ、阪神ファンであれ、ああ、よかった、長嶋ありがとうっていう、その向こうにはその戦争に負けて、天皇陛下、人間宣言をされた、もう、今までの天皇とは違うんだとか言われて、なんか僕はその時リアルにはいないけど、心の中にポカッと開いたものを抱えている日本という社会が、なんか長嶋さんが天皇陛下との間をつないで、なんだろう、長嶋が日本人の象徴じゃないけれども、心の拠り所っていうか糧っていうかね、なんかその経験というのを抜きにして長嶋さんという人はやっぱ語れないんじゃないかなと思いますね。そうですね。あれは戦後ですね。戦後の昭和34年の話ですね。私は7歳です。で、
昭和34年ですから、まだ町の中には少尉軍人っていう人が、京都の町なんかでもいて、真っ白い、服を着て、アコーディオンを弾いたりしながら、片足のない人とか腕のない人が、その前にお金を入れる箱を置いてね、軍歌を歌いながら、歩いている人が結構いたりとか、っていうような世の中だったですよね。野球場で天皇陛下の天覧試合だからっていうんで、観客全部満員になりましたけれども、決して満員になるような、プロ野球が満員になるような時っていうのは珍しくなかったんですよね。はっきり言うと。それこそ、甲子園球場の巨人阪神戦でも、田淵選手なんかが活躍した頃なんかでも満員にはならなかったですからね。ですから、それほど今みたいにみんながわー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 言いながらやってた野球とは違うんですよね。野球場ではすごく、なんていうかな、寂しい空気が結構漂っていたというかね、野球なんか見ていたら自分はダメになるんじゃないかみたいなね、とこ野球場に行くと、甲子園なんか行っても、そんな感じをちょっとするような雰囲気のあったところですよ。そこで、長嶋茂雄っていう人が、スカーンと一人明るかったって。だから、そうそう。私の書いた、その、定本長嶋茂雄の中で、大島渚さんが言っておられますが、初めて荘園の匂いのしないヒーローが出てきたっていう。だからそれまで、別所武彦であるとか、川上哲司であるとか、水原茂であるとかっていういろいろなヒーローがいたけど、全部荘園の匂いがした。荘園の匂いというのは、要するに戦争の匂いですね。それはそれでまた、素晴らしい、ヒーローではあったんですけれども、荘園の匂いのしないヒーローが天皇陛下の前でさよならホーマーを打ったと。これはもう完全に時代が変わったということの象徴だったということ。これを言われたのはもうちょっとなるほどそうだなという感じしましたし、長嶋さん自身もインタビューしたときに、自分がプロ野球にデビューした頃はプロ野球というと、それほど恵まれてない人が結構集まっている時でっていうような言い方をされたのを、文章を書くのをかなりちょっと苦労した時あったんですけども、そういう時代だったと。その背景の中から、テレビ中継の広がりとともに長嶋というヒーローが現れたんだっていう感じは、なかなか今伝えようと思っても難しいですよね、これは。そうですね。あと、スポーツそのものもね、長嶋さんのは、藤山の飛び魚は、もちろんリアルタイム知らないけど、やっぱり日本が勝つっていうことのなんか理屈抜きの感激っていうのが、今とはまたかなり違うと思うんですよね。やっぱりこう日本中にどこか劣等感、海外、欧米に対するこう、下から上を見上げるような気持ちが常にいる中で、そこで日本人が勝ったっていうなんかもう誇らしさっていうか、まさに自信と勇気を与えられる感じっていうのは僕の子供の時代にもまだたくさんあった。それが64年の東京オリンピックなんかもきっとそうだと思うんですけど、そういう時代背景っていうのは今の人たちには当然ですけど、なかなかピンとこないですね。スポーツはヒーローでかっこいいし、ちょっとそういう世相とはね、かけ離れたところにありますね。今、東京オリンピックの言葉が出ましたけれども、市川崑さんの映画東京オリンピックに、長嶋さんと王さんが揃って見られてるシーンがちらっと映ってるんですよね。あれはやっぱり一つの時代の象徴でもあったのかなというふうな気がします。そんな感じで、こう、なんというか戦前から流れた歴史をガラリと変えるような雰囲気を持っている長嶋さんが、今度辞められた時に、私一番辞められたというか亡くなられた時に、一番こう面白いって言ったら怒られるけれども、言葉だったと思ったのは、喪主の長嶋皆さんが松井選手と約束していた言葉で、要するに、やる詐欺をやりましたって言ったのはすごいなと思って、長嶋さんの耳元で、寝ておられる時に、
巨人の監督やります、巨人の監督やりますと言ったら、で、長嶋さんが元気になると、元気でもうそれじゃそれ見なきゃっていうので、元気になるということを信じて、やる詐欺って言われたんですよね。それをやるって言われ、それ聞いたときに、詐欺かなるほどと思ったんですよね。まあ、やるかやらないかというよりも、もう時代が完全に変わってしまったと。その時代が完全に変わって、それこそ大谷とか、それこそ長嶋の作ったプロ野球を引き継ぐのは大谷だとか、アメリカで活躍している人だという言い方が正しいのかどうか。これはわからないし、それから要するに昭和のレジームというか戦後レジームっていうものを、やっぱり長嶋が開拓したわけで、それが終わったんだなという気がしたんですけど、どう思われますか、小林さん。長嶋の時代は終わった。いや、もう終わったんでしょうね。ね、はい、どんな時代が来ますか？いやー、それは混沌とした時代ですね。そうですね。スポーツのヒーローが、長嶋さんのように理屈抜きに、国中の人の気持ちを変えるっていうようなことが、まずあまり想像できないですよね。大谷選手もそうだし、オリンピックで金メダル取った選手も、一時的な、まあ、大谷は一時的ではないけれども、ヒーロー、金メダリストも、なんか、まあ、国民的認知は得るけれども、なんかタレントさんにはなるけれども、それ以上の存在になってないように思うんですよね。軽さはありますよね。なんか軽い感じが。薄いというのか。軽さという表現はよくわかるけれども、なんか、要するに質的に本当ヒーローが違うっていう感じ。特にスポーツのヒーローはね。なんかそう考えると、戦後高度成長時代って言って、僕らは貧しい時代から、豊かな時間になって言いますけれども、今それぐらい、実はもう野球の喜びなんかじゃ満たされないぐらい、ものすごい貧しい世の中になってるっていう言い方もできるのかもしれないですね。今の小林さんの指摘は鋭すぎて、ザクッときましたけれども、本当に、すごく、戦後の貧しさとは違う豊かさというものを手に入れたけれども、本当にこれが、素晴らしい世の中なのか。要するに戦後、右肩上がりで歩んできた道が、要するに終わった時ですよね。その後、混沌しかないわけですから、さて、どうなるかっていう時に、松井が巨人の監督やったからといって、プロ野球が、なんというか、盛んになるとも思えないし、これは、どんな風になるんですかね。まあ僕がちょっと今最近思ったのは、長嶋監督が亡くなられた時に、長嶋監督は本当はドジャースに入りたかったんだと。ドジャースに入る予定というか、行きたいっていうのがあったんだってことが盛んに報道されたので、僕はびっくりしたのが、今の日本からアメリカに行く道筋というものを遡って肯定しているような世の中。要するに日本のプロ野球を踏み台にしてメジャーで活躍するのが夢だと。まあそれをね、ドミニカ共和国と一緒だからいけないという気はないけれどもね。ないけれども、要するに日本独自の、あるいはアジア独自の、文化、ベースボール文化のようなものを誰も考えずにアメリカにすり寄るっていうようなところも、ちょっと感じたなという感じがするんですけど。小林さんどう思いますか？今の私の意見には。すごくわかる気がしますね。確かに今更長嶋だってドジャースに行けたんだ的なことが、すごいなんか、それほど長嶋
すごかったんだ的な、うんそういう使われ方ですもんね。ですよね。うん。ただ、今回の報道でもう一つ僕が感じたのは、こんな人が亡くなっているのにみんなが嬉しそうに笑って、みんなが楽しい思い出をここまで語り合う人ってなかなかいない。志村けんさんが亡くなった時ももう少しみんな悲しそうな顔してたと思う。うん。なんて人だと思いましたね。ここまでひまわりというのか太陽というのか、今日だってね、亡くなられて追悼の意味合いでお話ししてるんだけど、喋ってるとすごく幸せな気持ちになっちゃうっていう、こういう人、やっぱり、野球界で出てくるのかわかんないけど、やっぱり、どの分野にこういう人が現れるのかな、でも現れてほしいんだろうなという気はしますけどね。それはこの本の中でね、野球評論家の草野伸さんという方が、それはもう、種明かしすると、東大総長までされた、蓮目茂彦さんという、フランス文学の教授の方なんですけれども、この方が書いておられたので、球場に行って、長島ーと叫ぶとスッキリすると。もう、それが全てだっていうことを言われたような存在だった。というわけなんですよね。だから、そしたら長島の中身には何があるかっていうと、ある意味でドーナツの穴のようなもので、周りがドーナツを作ってるんだけど、穴がないとドーナツと言えないと。その穴こそ長島で穴あると。もう少し良い言い方をするならば、ブラックホールのような、誰も彼も吸い込んでいくような方。というような気もするんですよね。その周りを衛星のようにいろんな人が回っていたというようなんで、今ブラックホール一番重い重力を持った、黒い太陽と呼んでもいいんでしょうけど、太陽ですね。赤い太陽ですね。明るい太陽、重力のある明るい太陽がなくなった時に、やっぱり、コスモスはカオスにならざるを得ないということですかね、小林さん。今お聞きしてて、糸井さんがね、長島なんていなかったっていう言葉が、いなかったっていう。なんとなくドーナツの穴とつながって、おっしゃってる意味を僕なりには感じましたけれども、それ聞いて思ったのは、今ヒーローになりかけている、例えば政治家だったり、アーティストだったりもいないことはないんだけど、みんな結構打算というのか、その次に何を企んでるのかみたいなのがどうしても見えちゃう人多いんですよね。長島さんってそういうことを全くさせなかった人じゃないですかね。そうですね。ないね。でも大谷さんもないでしょ。そうですね。大谷選手もそういう意味ではだから共通してますよね。ある意味共通。あれは田園調布に絵が立つとかね、やっぱりすごい。でも、そんなの長島なら当たり前でしょ、それぐらいっていう程度じゃないですか。なんかね、そういう物やお金のためにやってるわけでもないし、本当に人が喜んでくれたらもう、何より嬉しいみたいな、それが長島さんだったのかなっていうふうに、思いますね。小林さん自身はどうですか？日本のプロ野球、これからどうなってほしいというふうに思っておられますか？だからみんな、お相撲の伝統を守るのと、お相撲だって15日の6場所ってそんな100年も前からそうだったわけじゃないじゃないですか。で、野球が130試合、140試合で1シーズンっていう、もうこんなもう今、140試合全部付き合える人どれぐらいいますかっていうふうに思ってる、ね。忙しいんだから今みんな。子供ですら忙しいんだから。いや、少なくてもいいし、なんか形を根本的に変えないと、野球は人々の心の距離が離れていくっていうふうにすごい思うんですけど、そういう発想誰もしないですよね。しないですね。なんか今日本で一番保守的なのは野球ですかね。で、
要するに野球界であらゆる野球界、最も保守的で、それが、その保守している人が、それほど昔のものでもないものを保守しているというような感じもしますね。それも、ものすごく堅牢にこう守られているシステムのような顔をして運営されているけれど、本当はそんなに古いもんでも何でもないというもので、もっと変えていきましょうよっていう声が全く出ないっていうね。まあ、次の監督は松井かなんていうね、巨人もそういう話題と違うでしょう、野球語るのは。というふうに私は言いたいですけど、私があんまりまた言うとアンチ巨人の意見としか取られませんので、あんまり言わないことにしましょう。ということで、3回にわたって長嶋茂雄さん、はい、語り続けました。最後はもう、ブラックホールの真ん中がドーナツの穴か、長嶋なんていなかったかというね、ことになるのかどうかわかりませんが、小林さん、はい、まとめてください。お願いします。いやでもこれでね、僕らですら、そしたら何やろうかなとか思ってるんで、長嶋さんが与えてくれた勇気っていうかね、なんか、終わってんじゃねえぞみたいな感じで、その中から何かが生まれてくるかもしれないですね。確かに期待したいかな。野球である必要は全くないと思います、ね。ない。ありがとう。美しくまとめていただいてありがとうございました。私も何か頑張ろうと、73歳になって今、新たに思った次第でございます。よろしくお願いします。本当、小林さんありがとうございました。ありがとうございます。長嶋さんの話をすると楽しくなるっていうのは、もうこれだけは、疑いようのない証明だというふうに言えると思います。小崎さんもありがとうね。はい。僕、本当は国葬、誰かの国葬がこの前ありましたけども、本当は長嶋さんの国葬があってもいいぐらいに思ってて、でも政治家主導は嫌だから、国民葬とかいいなとか思ってちょっと考えたのが、その天覧試合6月25日午後9時10分。10分よりちょっと前。ホームラン打ってありがとうって、時間にみんな家からでいいから杯をあげて、長嶋さんありがとうって日本中で叫べたらいいんじゃないかなとちょっと考えてるんです。いいですね。いいですね。そういうのやりたいですね。お葬式は巨人の選手だけでしたもんね。これから会があるんでしょうし、それから記帳の場所も巨人の試合がある時だけしか記帳できないっていうのはあれはおかしいと思いますね、私はもう。ということで、今の小林さんの意見に私も大賛成ですね。はい、国民葬やってほしいと思います。ということで、はい、小林さんありがとうございました。ありがとうございました。はい。それでは皆さん次回の配信も楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。